私たち群馬特殊アイドル赤木団のライブステージがあります。初めての方もぜひ一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです。それでは赤木団ライブスタートです。皆さんよろしくお願いします。
木団です。よろしくお願いします。赤木団ライブ in 奈良藤岡一部始まりました。皆さんお待たせしてしまってね、申し訳なかったですね。皆さんが待っててくれた分、私たちも全力でパフォーマンスしますので、今日はどうぞよろしくお願いします。お願いしますはい、今日はね、初めて赤木団のことを見てくださった方もいると思うので、最初に簡単に自己紹介させてください。私たち赤木団はここ群馬県を中心に活動しているご当地アイドルです。ライブ活動の他にも群馬県を盛り上げるために4つの地域貢献活動をしています。1つ目は認知症アンバサダーです。私たち赤木団は病院や老人ホームなどに行く訪問活動をしていて、今までで2万人のおじいちゃんおばあちゃんとお会いしてきました。そんな中でもっと認知症に対する理解を深めたいと思い、私たちはメンバー全員が認知症サポーターの資格を持っていて、認知症アンバサダーとして活動しています。イエーイ。はい、そして2つ目 SDGs の15番陸の豊かさを守ろうという活動で、私たちは群馬県の赤城山に緑を増やすための植林活動を結成から12年間続けてきています。他にも SDGs に関するさまざまな活動をしています。イエーイ。はい、3つ目はリサイクル活動です。プルタブを集めて車椅子にし、県に3台なんと全部の市に寄贈することができました。4つ目は群馬県の名産品や名産地の PR です。群馬のいちご、弥生姫やつまがり高原キャベツ、温泉、そして世界遺産に登録されている富岡製糸場と国産業者群の PR もしています。はい、そんな活動が認められて、皆さんご存知の中山秀幸さん、井森美幸さんとともに群馬県を盛り上げています。皆さん今日はよろしくお願いします。それでは次の曲は群馬県の名産品キャベツの曲です。曲の途中で群馬のキャベツはナンバーワンというところがあります。皆さん1を出してもらえますか？カメラ撮ってる方、ここだけは協力お願いします。せーの、群馬のキャベツはナンバーワン。いい感じです。ぜひ皆さん曲中お願いいたします。それでは聴いてください。群馬のキャベツはナンバーワン。盛り上がってせーの、ナンバーワン、ナンバーワン、群馬のキャベツは日本一。ナンバーワン、ナンバーワン、群馬のキャベツはナンバーワン。群馬の未来のため、今私たちが立ち上がる
含まれてるんだって。新キャベツはビタミンたっぷり、美肌効果でツルツル、色回復風邪予防、素敵なお野菜、サラダにものあえ物、どうだってやりますか。焼きそば、お味噌汁、フレッシュマっていうのもあるんだって。天ぷらにしてもおいしいよ。とベースね。キャベツたちのようにいつか私たちも日本中の人に愛されたいな。群馬の誇りになれるその時まで歌い続けるからね。応援してね。ロールキャベツのようにあなたをそっと優しく包みたいわ。キャベツだけど中心で叫ぶあなたに届け、大好きだよ。みんな一致してせーの。群馬のキャベツをナンバーワン。はい、群馬のキャベツをナンバーワン。群馬のキャベツをナンバーワン。群馬のキャベツをナンバーワン。大事な家族と大好きなあなたと大切な仲間と美味しいキャベツに出会えたこの地を誇りに思うよ。ああ、群馬に生まれてよかったね。踊りませーの。ナンバーワン、ナンバーワン。群馬のキャベツは日本一。ナンバーワン、ナンバーワン。私もいつかナンバーワン。ララ藤岡、皆さん楽しんでいたら大きな拍手お願いします。さあこの後ね、お昼ご飯を食べたいなって方もいると思うんですけど、赤城団のファンのみんなね、結構ラーメンを食べる方が多くて、確かにそうでも毎回同じで、なんかいいお店あるって言われたので、ちょっとなってしまうんですけど、赤城団のおすすめお店を紹介します。じゃあまず一つ目は魚健さんで、私たちもこの間ご飯を食べさせていただきました。なんていうのあれのな、海鮮丼がとっても美味しいんです。私は、サーモンいくら丼をこの間食べたんですけれども、ちょっとねしそとガリが苦手なメンバーがいて、それがね気づいたらたくさんここ盛られていまして、気づいたらサーモンいくら丼じゃなくて、なんだあれはガリしそ丼ガリしそ丼になってて、もっと美味しくなっていました。よかったよかった。もっと美味しかったからよかった。あれだね、ネタ見えなかったもんね。丼をだからもう一回食べたいなって思います。皆さん他にもありますか？みーちゃん。はい、私からおすすめするお店はそこの後ろにあるお店なんですけど、欧風食堂バンデミュールさんというお店で、私からおすすめするメニューは上州和牛ビーフシチューっていうメニューです。とってもヘルシーで、女性にももちろん男性にもすごい人気があるメニューなので、皆さんもぜひ食べてみてください。おしゃれなんでなくなっちゃった。さらに皆さん他の韓国料理もいかがでしょうか。そちらのね観覧車の方に行った方なんですけど、ソノシバンさんという韓国料理屋さんがあって、ここね私も中で食べたこともありますし、いつもチーズハットクをテイクアウトして楽屋で食べたりしてるので、皆さんぜひこのお昼の間に行ってみてください。行ってみてください。お願いします。そしてあーちゃんは何やらこのララン藤岡でロケを昔やったことがあるんだよね。そうなんですよ、かれこれ10年前で、10年前そう、このララン藤岡さんはよく弥生姫の PR イベントで使わせていただいてて、そうメンバーも弥生姫の PR をしてたんですけど、その時に群馬テレビさんの「群馬一番」っていう番組が昔あって、そのねロケで
そこの室内の中のカフェでねやらせていただきました。温室になってる感じで南国気分を味わえるのでよかったら皆さんお昼行っていただけたらなと思います。よかったら行ってください。ありがとうございます。他にもいっぱいあるんですけど、ぜひ皆さんこの後もララン藤岡でお楽しみください。それでは次の曲聴いてください。それでは聴いてください。さよなら。「
ということで、これがスタートしますね。はい、皆さん、なんとクリスマスのこのシーズンもやってきました。赤木団と倉の実コラボケーキ発売でーす。はい、皆さん、前橋にある倉の実さんと私たちケーキをコラボして販売させていただいてるんですけど、このクリスマスのシーズンも皆さん、今日の12時から予約開始となっております。はい、詳しくはツイッターの方とか見ていただければ分かるんですけど、いろんな特典がついてきたり、クリスマスパーティーの参加ができたりとなってますので、皆さんぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、あーちゃんは何やら大学生の卒論の何かお手伝いをされたということで、そうなんですよ。すごいね。ですね、卒論書いてないんですけど、大学生さんがご当地アイドルに特化した内容を卒論に書きたいということで、ぜひ赤木団さん取材してもいいですかと言われて取材していただきました。ご当地アイドルについて、都会のね大学生の方なんですけど、地方にね向けてということで、そこで皆さんにも協力していただきたいことがありまして、皆さんの言葉ですか、アンケートを欲しいそうなんですよ。皆さんがご当地アイドル、地域のアイドルをなぜ推すのかとか、赤木団になぜこんなに来るのかとか、地域ならではの魅力ってあるわけじゃないですか。そういった声をぜひ皆さん、スタッフさんが持ってるこのアンケート用紙、これが QR コードになっていまして、これをかざすともうアンケートが出てくるそうなので、お時間ある方はよかったらライブが終わったらアンケートに答えてくれますか？ありがとう。答えてくれますか？ありがとうございます。よろしくお願いします。ね、嬉しいことですよね。さあ、それでは次の曲に行きたいと思います。次の曲、皆さん一緒に手を回して盛り上がってください。それでは聴いてください。この季節にぴったりなこの曲、チャオ。難しすぎ
当に最後の曲です。みんなで一緒に一つになりましょう。聴いてください。赤木団で桜町特急。肌着